ペグア様、彼らは何を？よくわからないけど、部品を探しているようだよ。爆発するぞ、下がれ。火を消せ。使えそうな電子部品をすべて回収する。お前も再キャスターか。ええ、お恥ずかしながら。戦闘用の力はありませんが、多少の制御なら。エルゼ様、残骸の中から面白いものが出てきましたよ。ふむ、応答装置か。宇宙船用ですね。これを使って船を落とせば、また部品が取れそうです。いいだろう。すぐに解析しろ。解析完了、起動します。ターゲット捕捉。護衛用メカノイド数体。スクラップ同然のポンコツだ。パージします。旧式だが、中身のプラスチールとコンポーネントはまだ使えるが、すべて回収しておけ。エルゼ様、シャトルの操縦席にいた乗員の死体にこんなものが。これは、メカリンクか。我が帝国では、神経を機械に直結する、メカリンクの使用は厳格に禁止されているはずですが、処分しますか？この惑星の原住民が使う分には構わんだろう。これは保管しておく。適性のある個体が見つかったら使用させる。今は通信機の方が重要だ。電子部品の回収を急げ。は。ここが本惑星で唯一、旋盤の交差がミリ以下に収まっている工房ですか。なんだ、空から降ってきたっていう人か。なんのよ。そこの原住民、この設計図に従い、ミリ波帯の導波管とパラボラ反射鏡の調整密加工を行いなさい。失礼なやつだな。僕の名前はバズだ。覚えとけ。余計な情報は不要です、原住人。パターンが細かすぎる。これ、何に使うんだ？重力圏内に停泊中の艦隊母船へ、惑星表面から直接通信信号を飛ばします。あなたは余計な思考を止め、指示通りに手を動かしなさい。どうせ説明したところで、あなたの原始的な脳では理解不能でしょうから。へえ、原始的。ね。じゃあ一つだけ聞かせてくれよ。惑星表面から母船に電波を届けるまでの距離、計算してみた？当然です。軌道高度2万 km、大気圏突破後の自由空間損失は計算済みです。大気圏突破後の計算はね。大気圏突破まではフェーズドアレイ方式によるビームフォーミングで対処します。数百の微小アンテナの位相をナノ秒単位で制御し、エネルギーを一方向に鋭く収束させる。電離層の影響はミリ波帯を使うことで最小化できます。でも、その計算、この惑星では足りないと思うよ。なぜですか？アニマツリーの時期以上、王城の周囲半径3キロに局所的な超電導フィールドが発生してる。単純な位相制御だけじゃ、成層圏に入る前にビームが拡散してゴミになる。帝国の観測データにこの惑星固有の時期偏差は載ってるか？載っていません。でしょう。ところで、その増幅器、ガリウムナイトライド、いわゆるガンベースの素子だよね。なぜわかるのですか？熱の引き方を見ればわかる。だけど、ここを空冷にするのは惜しい。この惑星の湿度は高い。液体窒素で強制循環冷却して、ジョンソンノイズを殺せ。SN 比がもう5デシベル稼げる。そうすれば、このデータにある母船の受信感度で十分拾える。アニマツリーの超電導特性を冷却剤の添加剤として利用する？理論上の感度は向上しますが、制御が不安定になるリスクが。不安定になるのは、この惑星の物理を設計に入れてないからだよ。宇宙空間は真空だけど、そこに行くまでは、この星の物理が支配してる。
帝国の標準規格はこの星に来る前に設計されたものでしょう。ほら、その端末を貸せ。インピーダンス整合の計算式を書き換えてやる。驚異的です。帝国の物理学体系を知らないまま、この男は現場の現象から逆算して伝達特性の得意点を見つけ出している。これは観察と実験だけで帝国の大学院レベルの結論に別の経路でたどり着いている。どうした？帝国のお利口な計算機が僕の原始的なアイデアを弾いたか。評価を修正します。大幅にでしょ。大幅に。あなたの提案する冷却バイパスと磁気偏差補正の統合、計算上5000への到達電力は需要式値を上回ります。ふふん、そうだろう。作業を開始しましょう。反射鏡の加工精度は10ミクロン以下を要求します。妥協は許しませんよ。任せてよ、メイドさん。エルゼとお呼びなさい、バズ。オッケー、エルゼ。じゃあ始めようか。呼吸が乱れている。焦らず、意識を丹田に集中して、もう一度。先生、私にも教えてください。泣かないで、頑張ります。だから。その剣は大きすぎます。体に合わない武器を振るっても、隙を晒すだけだ。それは起きなさい。でも、これしかないから。このダガーを使いなさい。気をつけて扱うように、訓練用の木刀ではない、本物です。はい。よろしい。では、まずは正しい持ち方から始めましょう。父上、私、頑張るから。見てて。では、通信機はなんとかなりそうなのじゃな。ええ、バズという男、あの環境で自力で無線工学の真理にたどり着いていました。原住民とは思えぬ知性、あれは掘り出し物です。ほう、そうか。ならば、シャトルもなんとかなりそうじゃな。アルコテックのせいで、軌道上の母艦が降りられぬからの。すべて検知調達せねばならぬと頭を抱えておったが。まあよい、面倒な仕事の話はここまでじゃ。よし、エルゼ、周囲を警戒せよ。手早くお済ませください。原住民に見つかれば、あなたの威厳を損ないますので。わかっておる。はあ、見よエルゼ、この壁を、この継ぎ目を。本物じゃ。本物の天然石材で築かれた城じゃぞ。素晴らしい。この長年のすすによる汚れ、最新の物理シミュレーターでも再現できぬ石材の絶妙な芸術的配置、たまらんの。ほら、エルゼも嗅いでみよ。この石と乾燥した木材が混ざり合った芳醇な古の香り。私はそれほど石の匂いに詳しくありませんので。かつて我がニルに存在したというソリチュードのブルーパレスも見事な城であったと聞く。きっとこのような匂いであったのじゃろうの。もはや 3D アーカイブでしか拝めぬ中世の一行が今わらわの目の前に触れる距離に。ああ、これだから調査官はやめられんのじゃ。アイリエン様、声が響いています。外の衛兵に聞こえますよ。しかもエルゼ、見たか？騎士団じゃぞ、騎士団。パワードスーツではなく本物の鋼をまとい、遺伝子操作されていない馬にまたがる本物の騎士たちぞ。幼い頃おとぎ話として胸をときめかせた
旧大神の騎士のようなあの幻想の世界が今なお呼吸し生きている世界なのじゃぞ。しかも巫女とか幽星女までまるで物語の世界に舞い降りたようではないかの。ああ、本当に核で滅却せずに済んでよかったの。滅ぼしていればわらわは一生後悔したところじゃ。エルゼ、今のうちにセンサーを全開にせよ。埃の一粒、壁の傷一つ逃さずアーカイブに保存するのじゃ。永久保存版わらわの秘蔵のコレクションにするのじゃからな。お城が好きなんですか？なんじゃ貴様、いつからそこにいた？いつの間にセンサーがこの小型生体反応を無害な背景と誤認していましたか。あなたが急に入ってきて、変なポーズで壁を触ってたのですが。変なポーズではない。これは構造解析、地質学的調査じゃ。落ち着いてください。王族の子供です。記録によれば名はセアラミュー、前王の第一子ですね。前王ロゴの死後、軍閥の反発により廃着の危機にありましたが、現在は巫女兄の加護により形式上の王太子としての地位を保全されている個体です。ああ、そういえば報告書にあったのあのガキンチョか。よくある権力闘争の犠牲者じゃな。おいガキ、わらわの邪魔をするな。あなたがお空から降ってきたっていう新しい王様ですか？我が名はアイリエン。金土を滑る高貴なる皇女じゃ。アイリエン様と呼ぶがよい。愛ちゃん？誰が愛ちゃんじゃ、この無礼者め。貴様、わらわを自分と同じ子供だとでも思っておるのか。だって愛ちゃんも子供でしょ？たわけ、わらわはこれでも実年齢156歳。帝国の法に照らせば立派な成人じゃ。156歳？わかったらガキンチョはとっとと部屋に帰って寝るがよい。夜更かしは成長の妨げじゃぞ。邪魔じおばあちゃんなの？ゃ。殺すぞこのクソガキ。アイリエン様、お言葉、威厳をお忘れなく。こんなガキンチョに威厳を示してどうする？威厳？私王様にならなきゃいけないのに、私のせいで母様もおじ様もみんな困ってるんです。私が父上みたいに強くないから。辛気臭いことを申すな。そんなものわらわの知ったことか。あいにくじゃが、わらわはこんな僻地の泥臭い王座に興味などない。用が済めばさっさと帰る。お主はお主で勝手に軍閥とやらと戦って王になればよかろう。まあその様子では無理だと思うがな。なんじゃ、泣く気か？泣いて解決するなら宇宙に悲劇など存在せぬわ。お前の父もさぞや苦労したであろうな。こんな軟弱な世継ぎを持って。メカノイドと戦って死んだそうだな。お前がそんなありさまでは成仏できずにさまよっておるのではないか？なんじゃこの感覚は。待ってやめろ。泣くなとユニ。なんじゃこれは。なんで物理ダメージもないのにわらわの胸がこんなに痛むんじゃ。これはアイリエン様、この子供危険です。極めて特殊な精神波形、不可避の概念干渉です。くそ、やめろ。かわいいではないか。いや違う、そうじゃない。泣くなとユニ。分かった、わらわが悪かった。力になってやる。お主の悩みを聞いてやるから。本当？力になってくれるの？キャワワ。いや、なんじゃこれは。貴様、これは精神魔法か。洗脳工作か。私、魔法なんか使えないよ。アニマ様の声も聞こえないもの。
とにかく今日はもう遅い。明日ゆっくり話を聞いてやるから、もう寝るのじゃ。部屋に帰れ。約束じゃ。明日ね、約束だよ、愛ちゃん。なんじゃ、今のは一体何だったんじゃ。わらわの鉄壁の理性があの一撃で粉砕されたぞ。あのような攻撃、初めてです。サイキックシールドすら無効化するとは、なんという意欲。可愛さで攻撃してくるとは、厄介なガキじゃな。ふと、辺境の太陽系第三惑星に伝わる古い格言を思い出しました。なんじゃ、超文明の戦術回路か。いいえ、可愛いは正義、そう呼ばれる概念です。なんじゃそのふざけた名称は。それがあのガキの能力名か。わかりませんが、ある種の特殊な精神化合能力であることは間違いなさそうです。本人は無自覚なようですが、もし彼が可愛さを武器として自覚し、意識して効果的に運用するようになったら、彼は銀河史上最も抗いがたい恐ろしい支配者になりますよ。